今回は賃貸住宅引き戸の大きなへこみのリペアです。こういった建具が割れた大きくへこんだケースでは、建具が現在販売中の現行品であれば交換をお勧めします。ものにもよりますが、その方が安く済むことが多いです。ですが、今回のもののように古く生産終了しているものはリペアします。このチャンネルはリペアを始めたばかりの方やリペアに興味がある方になるべく分かりやすく解説しているチャンネルです。少しでも興味が湧きましたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。こうした割れはどこまで割れているかわからないので、カッターなので広げて割れの終わりを探っていきます。ドリルで穴を開けてピックアップツールで手前に引っ張りつつ接着剤で固めていきます。へこみの盛り上げにはピックフックを使いました。建具の内部はこのように空洞が多いので、慎重に表面材を引っ張って盛り上げていきます。完全に穴が開いてしまっている場合には、使えなくなっているところは取り除いて埋め木をしてパテの下地にします。中に入れてしまうとフックの向きがわからなくなってしまうので、目印をつけておきます。押してみて動くようでしたら、ひびを広げて接着をする、これを繰り返していきます。穴を開けてピックアップツールで手前に引っ張りつつ接着剤で固めていきます。ここで固めずにパテを盛ると後からひび割れが発生してくる可能性が大きいです。引っ張って固めて平らになればカットしたところだけの補修で済むのですが、そううまくはいかず、やはりポリパテで埋めていきます。白いポリパテは調色した際に色の変化の予想が立てやすいので使いやすいです。パテの段階で色をなるべく近くにしておくと後の作業が楽になったりします。カラーリタッチの119と157を足してよく混ぜ、なるべく近い色を作っていきました。硬化剤を入れてへこみ部分に押し込んでいきます。傷口より大きいヘラを使うと平らにしやすいです。リキッドサンドペーパーで周りをきれいにします。周りにはみ出しているところは柔らかいうちに取り除いてしまいます。硬化したらサンディングしていきます。余計に削りたくないのでマスキングテープを貼ります。手で触ってみて、へこみや割れがないかよく確認していきます。マルチプライマーを拭きます。
エアブラシでベース色を拭いていきます。ハイアート5000は2液型のアクリルウレタン樹脂塗料です。消色後5対1の割合で硬化剤を混ぜ、シンナーで希釈してエアブラシで拭きます。色を拭くと見えなかった割れが発見されることがよくあります。色を塗った段階でパテ埋めした周辺をよく見て割れがないか確認します。割れたままこの先に進んでもきれいに治ることはないので、少し戻ってでも下地を補強する必要があります。結果的にその方が早くきれいに仕上がります。木目を入れていきます。木目を入れてエアブラシでまた拭くということを何回か繰り返して違和感なくなるようにしていきます。離れてみて見るのも大事です。ここのカシヤは床も吐き出し前の日焼けやペットのかじった跡などいろいろ盛りだくさんな現場でしたが、なんとか1日で終わすことができました。これで終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン講習会などの情報を LINE で発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。